今日は前回の動画に引き続いてハウスミュージックのスタイルを解説するよ。ハウスは古くからある EDM だからシンプルで落ち着いた曲調なんだけど、他の EDM の流行に合わせる形でハウスの雰囲気も変化していったよ。今日はまず EDM の流行に影響を受けたハウスのスタイルを解説するよ。ディーバハウスはディスコ要素を足したハウス。ディスコ音楽らしい明るさのあるハウスだよ。ハウスはピアノが使われやすいけど、ディーバハウスは特にピアノが多用されるよ。プログレッシブハウスは EDM の影響を受けたハウスのこと。このジャンルが誕生した時に流行していたトランスの影響を受けた曲になりやすいかな。ビッグルームハウスもハウスプラス EDM だけど、こっちは現代の EDM に影響を受けている。要するにトランスよりさらに後の EDM、 今の EDM に影響を受けた曲ってことだよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみようか。流行の EDM を取り入れたハウスのスタイル、どんな曲を生成するか聞いてもらったよ。流行に合わせて曲調もキャッチーだから多くの人が好むポップな曲を作りやすい。一方で他の EDM と雰囲気が似ていてハウスらしいシンプルさが弱い欠点はあるね。でも実は先ほどの実例の曲はどれもハウスのテンポは案外忠実に守ってるよ。前回の動画でハウスは穏やかな曲でもスローにならないのが特徴と話したけど、逆に派手な曲でもアップテンポにならない、そんな特徴のあるスタイルでもあるんだ。派手だけどあまりアップテンポにしたくない、そんな時に使えるスタイルだとは思うよ。動画の後半ではかなり特殊な性質で変わった曲になるハウスを解説するよ。ウィッチハウスはホラー要素を足したハウス。不気味な雰囲気のハウスが作れるよ。ゴムはアフリカ民族音楽プラスハウス。前回のトライバルハウスと似た曲ではある。
でもゴムはハウスの一番の特徴である。等間隔のドラムがほぼ使われないよ。だからハウスと呼べるかは微妙なところ。トライバルハウスのノリには近いんだけどね。コンプレックストロは複雑で細かいメロディーが多用される変則的なリズムのハウス。ただハウスのリズムを無視はせずに、それを土台に複雑化していくって感じかな。それとチップチューンの影響を受けた細かく刻んだシンセ音も特徴と言えるね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみようか。時代の波に飲まれても僕らは歌う愛のロト、未来の空に響くまで時代の中で生きるだけ。特殊な性質を持つハウスのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。癖は強いけど土台がハウスだから案外他の曲と混ざりやすいね。動画を前後編の2回に分けていろいろなハウスのスタイルを紹介したけど、どれも土台はハウスになっているから安定感があるのが強みと言えるだろうね。良くも悪くも無難な仕上がりになる。それがハウススタイルの長所だと思うよ。そして最後に残念なお知らせなんだけど、実はハウスのスタイルはまだたくさんある。特に最もハウスらしさが強い定番のハウスを紹介できなかったね。ハウスは興味のない人にしてみるとどれも似たような音楽に聞こえやすい。だから特徴の濃いハウスを優先して普通のハウスの紹介は泣く泣く断念したよ。まあ定番のハウスは私の動画の中でも BGM や実例でよく使ってるスタイルだから、それをもって紹介に変えさせていただくよ。ということでハウスの動画は終わりにするね。それじゃまたね。